最近発売された Osmo Pocket 3なんですが、かなり画質がいいと話題になっています。でこれからカメラ購入される方で、以前からあるこういったアクションカメラですね、 GoPro、 これ Hero12 なんですけど、こういったカメラか Osmo Pocket 3どっちがいいんだろうって悩んでおられる方もね、結構いらっしゃるんじゃないでしょうか。何が違うのかよくわからないっていう方もいらっしゃると思いますので、今日は簡単に説明したいと思います。友達に説明するような感じで説明しますので、気軽に聞いていただければと思います。でGoPro に関する説明は DJI の Osmo Action 3とか4とかもね、大体同じようなものなので、ほぼ当てはまるかなと思います。でまずもうこの2機種、見た目からしても全然ね、形が違うっていうのを見ていただけると思います。でそれぞれ理由があるんですけど、GoPro の場合は通常の今までのような横長の伝統的なカメラ型の、いかにもカメラという形になっています。前にレンズがついていて、後ろと前に液晶のスクリーンがついています。撮影している映像を前後で確認できるようになっています。で稼働する機械的な部分はね、一切ありません。でここの蓋を開けると、バッテリーを取ったり SD カードを取り出したりすることができるようになっています。で10メートルまでの防水になっています。でこのレンズ部分はカバーになっているんですけど、破損した場合は簡単に交換することもできます。アフターマーケットのいろんなフィルターとかをつけることもできるようになっています。で見ての通り、非常に丈夫な作りなので、簡単には壊れないと言えます。水中だろうが、雪の上だろうが、泥の中だろうが、どこででも映像を撮影し続けることができる、そんな頼もしい感じのカメラになっています。で対するこちらの Osmo Pocket の方は、上の部分にジンバルという機械部分がついています。この部分が常に動いて映像のブレを吸収するようになっています。カメラを持っている手っていうのは非常に不安定で、前後とか上下とかいろんな方向に揺れてるんですけど、それを瞬時に察知して、カメラが揺れとは逆方向に動くことによって水平を保つようになっています。揺れが非常に少ない安定した映像を撮ることができるようになっています。でそれをホールドするための縦長のグリップになっています。結構理にかなった作りなんじゃないかなと思います。でこの機種はバッテリーの交換はできないようになっています。ただバッテリーパックがあるので、これグリップの下に取り付けることによってバッテリーの持続時間を延長することができるようになっています。クリエイターコンボを購入すれば最初からついてきますし、別売りで買うこともできるようになっています。でこの部分は SD カードのスロットになっています。見ての通りむき出しになってますので、この機種は一切防水とか防滴っていう機能はついていません。多少の雨の中で傘を差して使うような状況であれば全然問題ないと思うんですけど、もろに水がかかったりとか濡れるような状況では使うことができません。しかもこのジンバル部分が結構デリケートなので、ここを何かにぶつけたりとか落っことしたりとか、そういうことをすると確実に壊れます。持ち運びの時はこの付属してくるケースに入れて大事に持ち運ぶ必要があります。ただそういうふうに落っことしたりとか、もろにぶつけたりとかしなければ簡単に壊れるということはありません。初代の Osmo Pocket とか Pocket 2なんかも私も何度もスキー場に持ち出して雪の上でね使ってるんですけど、雪の中で本当に雪が溶けてびちょびちょになっちゃうとちょっとダメかもしれないんですけど、多少乾いた雪がついたり雪の中に落っことしたりしたぐらいでは壊れるということはありませんでした。ただ GoPro に比べると結構デリケート扱いにちょっと慎重さを要するようなカメラかなと言えます。先ほどもちょっと説明したんですけど、どちらのカメラも基本的には歩いて撮ったり走っていたりとか、車の中とかいろんなスポーツをしながらとか、いろんなそういう動き回るようなシチュエーションで撮影したとしても非常に安定した映像を撮ることができます。で GoPro の場合は電子手ブレ補正っていう仕組みになっています。映像っていうのは何枚も何枚もパラパラ漫画みたいにつながっていってるんですけど、その一枚一枚を解析して前の映像と次の映像とのこの映像のズレみたいなのを計算して、でそれで手ブレを補正するような仕組みになっています。なのでたくさん映像を撮って、その前後の映像と比較してどのぐらいブレているかっていうのを計算して、それを補正しているような仕組みになっています。なので、夜間などでシャッター速度が低下して、その一枚一枚の撮れる枚数が減ってくると、ブレの補正も難しくなってきます。
それと搭載されているセンサーもこの GoPro の場合は 1.9 分の1インチという結構小さいセンサーになっています。でそもそもアクションカメラなので日中明るい太陽がねこうさんさんと照りつけるような中でサーフィンをしたりとかスキーをしたりバイクに乗ったり自転車に乗ったりとか、そういったアクションスポーツを撮影するっていう目的のために出てきたカメラなので、暗いところでの撮影っていうのはそもそもこう重視されていないという部分もあります。いろいろ設定でねある程度よくすることもできますし、最近は性能も少しずつ上がってきてはいるんですが、やはり暗いところの撮影っていうのはあまり得意ではないと言えます。で対するこの Osmo Pocket の方は先ほど説明した通り、このジンバル部分が稼働することによって手ブレを補正しています。なのでカメラ部分にはそういった電子的な手ブレ補正っていうのは搭載されていません。なのでどんなに暗い状況であっても手ブレ補正の効き具合には影響はないですし、画質にも影響がないことになります。なので日常的に夜歩きながら撮影したりとか夜景を撮るとか室内で食事を撮ってみたいとか、そういった Vlog 的な用途ですね、いろんな状況で綺麗な映像を撮りたいという用途であればこのカメラの方が得意かなと思います。それと今回のこの Osmo Pocket 3に搭載されているセンサーは今までのものよりかなり大きくなっています。1インチっていうサイズなんですけど、そうなると暗いところでもより光をたくさん取り込むことができるようになるので、暗いところでの映像がより綺麗になっています。しばらく使ってるんですけど、本当に暗いところでも綺麗なノイズの少ない映像を撮影することができます。本当にね綺麗なんですよね。数十万円するようなカメラと比較してもあんまり変わらないような映像、そのぐらい暗所性能が高いと言えます。で撮影できる映像に関してなんですけど、解像度は GoPro は 5.3K という 4K よりももっと画素数の多い解像度の高い映像を撮影することができます。そしてハイパービューとかスーパービューとか非常に広い画角ですね、超広角の映像を撮影することができます。ただし結構映像は歪みます。手がミューンって伸びたりとか顔もね変形してしまいます。普通のカメラとかスマホで撮るのと違う、いかにも GoPro で撮ったような映像になります。ただ設定を変えることによって画角を狭くして歪みの少ない映像も撮ることができます。でさらに MAX レンズモジュラーというオプションがあるんですけど、それをつけることによってもっと広角で撮影することもできます。で360度ぐるぐる回しても映像を水平に保つような機能もついています。で今回からは HDR とかログ撮影っていうモードも選べるようになっています。だんだん凝り出してきて色を変えて編集したいとか、そういうことにも対応できるようになっています。対する Osmo Pocket の方は画角は 20mm で撮影できる最大の解像度は 4K までとなっています。20mm の非常に歪みの少ない綺麗な映像ですね。普通のカメラとかスマホで撮影したような、スマホの標準レンズで撮影したような映像を撮ることができます。でもう少し画角を広くしたい場合はオプションのワイドコンバージョンレンズっていうのがありますので、それをつけることによって多少は歪むんですけど 15mm まで広くすることができます。で撮影できるモードも GoPro と同じで HDR とか、あと D-Log-M といって後で色の調整をする前提のそういったカラープロファイルで撮影することができます。でズームに関してなんですが、どちらも電子的なズームなので画質が劣化してしまうんですが、 GoPro は 1.4 倍、 Osmo Pocket 3は2倍の電子ズームができるようになっています。でフレームレートは 24fps とか30とか60とか120など選べるものは大体同じになっています。どちらも 4K120fps という非常にハイフレームレートで撮影しておいて、それをスロー映像に戻すようなこともできるようになっています。で値段はGoPro の場合はどこから買うかによって結構変わるんですけど、公式のウェブサイトで購入する場合は 62,800 円からになっています。どういうオプションをセットで買うかによっても結構変わってきますし、時期によってもセールとか行われてますので値段は多少変動します。で Osmo Pocket は今のところ DJI では普通の方は 74,800 円、そしてクリエイターコンボといって、バッテリーパックとかワイヤレスマイクとかいろんなオプションがセットになっているものは 96,800 円とちょっと高めになっています。でもオプションの内容を考えると普通に買って買い揃えるよりは安いかなと思います。でどちらのカメラもスマートフォンに接続して
そこでいろいろ設定をしたりとか、撮影した映像を編集したりとか、撮影自体もそこで行うことができるようになっています。撮影している映像をここスマホの画面でプレビューしながら撮影することもできます。で、あとアクセサリーなんですけど、GoPro は以前からずっとこの形で売ってますので、やっぱりその蓄積があって、いろんなメーカーがもう本当にいろんなアクセサリーをたくさん出しています。自分がどういう用途で使いたいかっていうのに合わせていろいろ便利なアクセサリーを選ぶことができるようになっています。Osmo Pocket 3の方は、新しいボディなので、まだ今のところ使えるアクセサリーっていうのは少ないんですけど、これからどんどんね、出てくると思います。で、マウント方法は GoPro の場合はこの下の部分にマウントがついていて、今までのこのアクションカメラのマウントっていうのがいろいろありますので、そこに搭載することもできますし、今回から新しく三脚のネジ穴がついたので、ここに簡単にね、三脚を取り付けることもできるようになりました。で、Osmo Pocket の方はアクセサリーを使えばちょっといろいろできるとは思うんですけど、基本的にはこの下に三脚のネジ穴がついているので、ここに三脚などを取り付けて使うことができるようになっています。で、最後に、初心者の方が使ってその使いやすさ、容易さという部分なんですが、どちらのカメラも凝り出すと結構いろんな設定項目があって、いろいろ設定することができるんですけど、イージーモードというか、簡単に撮影することのできるモードがついていて、ほとんどカメラ任せで撮影することもできますので、どちらも初心者の方もそんなに難しく感じずに使うことができるんじゃないかなと思います。ということで今日2機種を簡単に比較してみました。もっともっといろいろ違いがある部分もあるとは思うんですけど、大きく分けるとそんな感じかなと思います。あらゆる天候、状況の中でハードにガンガン使いたいんであれば GoPro一択かな。GoPro というかアクションカメラの方がいいかなと思います。Osmo Pocket 3もアクションカメラっていう方もいると思うんですけど、こういう本来のアクションカメラに比べるとやっぱりデリケートで、もう少し日常的な用途ですよね。旅行とかいろいろな日々の生活をVlog 的な映像を撮りたいとか、そういう用途には非常に向いてるんじゃないかなと思います。皆さんのカメラ購入時の参考にしていただければと思います。今回は購入前の話でしたが、購入後の、初心者の方に向けての設定とか撮影方法などの動画もこれからも出していこうと思いますので、よかったらチャンネル登録もよろしくお願いします。ということで今回もご視聴ありがとうございました。じゃあまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。